ここが好きだよ日本人へようこそ。日本の夏はとても暑く、40度を超える日もあります。そんな暑い日の対策として日本人がしていることといえば、どういったことを思いつきますでしょうか。日焼け止めクリームを塗ったり、手持ち扇風機を使って自分に当てたり、これらは外国人もしていることですよね。しかし実は日本人が当たり前にしている暑さ対策の中で、外国人が驚くことがあることをご存知でしょうか。今回はそんな外国人が目を丸くするという日本人の暑さ対策をご紹介します。こんにちは。私の名前はオリビア。カナダ出身の22歳よ。私が大学生になった時、同じクラスに日本から引っ越してきた女の子がいたの。名前はまなみ。英語が堪能で笑顔が素敵で元気な女の子なの。カナダで勉強したくてカナダの大学に入り、単身カナダに引っ越してきたんだって。かっこいいわよね。初めての授業でたまたま隣に座っていろいろ話をするようになったの。特に私は日本のことを聞くのが楽しくて、まなみが高校を卒業するときに友達と4人で行った日本旅行の写真を見せてくれたわ。日本の街並みはとても素敵で、みんなとても楽しそうにしていたわ。そんな中で1枚とても気になった写真があったの。それは4人がとても綺麗な格好をしていたの。色鮮やかでみんな模様が違ってほんと素敵だったわ。私がその写真を食い入るように見ていたら、まなみが教えてくれたわ。それは着物って言うんだって。日本の伝統的な衣装なのよね。私も着てみたいって思ったし、憧れたわ。それからまなみは神社の写真を見せてくれたの。神社ってカナダでいう教会みたいなものなのね。建物自体も荘厳で素敵だけど、私は建物の前にある鳥居がとても気に入ったわ。色が鮮やかで素敵ね。まなみから日本の話を聞くようになってから、私はどんどん日本に行ってみたいという気持ちが強くなったの。ある日、大学の夏休みが近くなってきて、せっかくの夏休みだからどこか行きたいねってまなみと話していたら、まなみから日本に行かないって言われたの。せっかくの休みだし、私と行くより実家に帰ったり他の国に行ってみたいんじゃないかなって思っていたから驚いたわ。でもまなみは私と一緒に日本の話をしているうちに、私と一緒に日本に行って案内してみたいって思ったんだって。なんていい友達なの。私はもちろん OK したわ。だってまなみと日本旅行なんて楽しいに決まってるじゃない。日本のどこに行こうかと話していたら、まなみが私が好きな神社を見たり着物を着たりするなら京都がいいんじゃないかって。京都って昔ながらの日本らしい街並みがたくさんあるのよね。しかも着物を着て歩けるなんて最高だわ。旅行当日、初めての日本に緊張もしていたけど、まなみがいてくれることがとても心強かったわ。不安よりもワクワクした気持ちの方が勝っていたわ。まず私とまなみが向かったのは着物のレンタルショップ。日本の観光地にはこんな素敵な施設があるのね。お店に着いて中に入ると本当にたくさんの着物が並んでいたの。ここから選んでいいですよって言われたんだけど、あまりの多さに困ってしまったわ。そしたらお店の人が何色が好きですか？可愛いのがいい？綺麗なのがいい？とか聞いてくれて、
何個かに絞ってくれたの。私から聞かなくても声をかけてくれるなんて、日本のお店の人はとても親切なのね。着物を選ぶのに時間がかかっていたら、疲れたでしょってお茶をくれたの。これが日本のおもてなしなのね。その後、やっと着付けしてもらうことになったんだけど、着物って内側にたくさん身につけるのね。肌襦袢や裾よけ、帯も一つじゃないのね。全部着ると少し苦しかったけど、それでも憧れの衣装を着れて幸せな気持ちになったわ。私はピンク色の着物、まなみは水色の着物を着て京都の街並みを歩くことになったの。日本に来たんだって実感したわ。京都には写真でしか見たことのなかった世界が広がっていたわ。とても楽しくていろいろ見てたんだけど、私は途中から足が痛くなってしまったの。草履の鼻緒が指の間に食い込んで歩くのが辛くなってしまったの。困っていたら後ろから男性が声をかけてきたの。見たことのない大きな乗り物を引いた男性が後ろに立っていて、何事かと思って固まっていたら、まなみがちょうどいいからこれに乗りましょうって言ってきたの。乗り物について聞いたら男性が教えてくれたわ。この乗り物は人力車っていう名前で、日本の伝統的な乗り物なんだって。今回はその男性が引いて京都の観光地を案内してくれることになったの。ちょうど足も痛かったし助かったわ。人が引いてくれるから乗り心地はあまり良くないのかなと少し不安だったけど、そんなに揺れることもなくて快適だったわ。しかも説明は英語だったの。英語で京都の観光地を紹介してくれたり、人があまり来ない穴場にも連れて行ってくれたのよ。とても楽しめたわ。日本が外国人でも楽しめる理由はこういうところにあるのね。お昼ご飯は人力車の男性のおすすめの湯豆腐を食べに行ったの。私は豆腐を食べたことがなかったからとても嬉しかったわ。カナダでは豆腐を食べる習慣がなかったの。お店に行ってみると畳や障子があって、外には日本庭園が広がっていたわ。湯豆腐が運ばれてくると、普通の白いお豆腐と薄い緑色のお豆腐の2色あって驚いたの。緑色のお豆腐には抹茶が混ざっているんだって。タレにはポン酢とごまだれの2種類用意されていたの。どちらも初めてだったけどとても美味しかったわ。抹茶はほのかに感じる程度で、豆腐もとても柔らかくてトロトロだったわ。お腹がいっぱいになった私たちが次に向かったのは神社。まなみが絶対ここがおすすめって言ってたから楽しみにしていたの。私が以前神社の写真を見た時に気に入っていた鳥居がものすごい数立ち並んでいたの。1000本以上あるらしいわ。壮大ね。私は鳥居の色が鮮やかで大好きなの。日本では鳥居の色は朱色っていうのね。その鳥居がトンネルのようになっていて、中をくぐれたのよ。ほんと素敵だったわ。でもあまりにも長いし山の上まで続いていて、着物で最後までくぐるのは無理だったわ。少し残念だったけど、次回は運動靴で行って必ず最後までくぐるわ。まなみにおみくじをしようと言われて一緒にやることにしたの。ドキドキしてみたら大吉だったのよ。内容もまなみに説明してもらったらとてもいいことが書いてあったわ。まなみがおみくじを結んでたから私も真似して結ぼうとしたら、大吉は持って帰ってもいいよって言われたから持って帰ることにしたの。
とてもいい思い出の品ができたわ。とても楽しい京都旅行を満喫していたんだけど、実はずっと不思議に思っていたことがあったの。その日はとてもよく晴れていて、とても暑い日だったわ。それなのに傘を差している人がたくさんいたの。雨なんか全く降ってなかったのよ。ずっと不思議に思っていたら、まなみも傘を差し始めたの。思わずなぜ傘を差すのって聞くと、日差しがきついし日焼けするのが嫌だからって言われたわ。それに日傘を差していると熱中症にもなりにくいらしいわ。本当に驚いたわ。カナダの人は日焼けをすることがいいことと思っているし、肌も色白より小麦色の方が好感を持っているの。みんな積極的に日に当たろうとするのよ。私の友達に日本やカナダ以外の国の出身の子がいるけど、日傘を差すなんて聞いたことがないわ。日本みたいに肌が白い子は少なくて、小麦色に焼いている子の方が多かったわ。だって肌の色が白いと不健康に見えてしまうじゃない。それなのにわざわざ日に当たらないように傘を差すなんて信じられないわ。私はちっとも日傘を差したいとは思わなかったわ。それに日焼けを予防したければ日焼け止めクリームや帽子を使えばいいんじゃないかしら。なぜ雨が降っているわけでもないのに傘を差すのかしら。どう考えても変だわ。カナダでもし日傘を差してたら周りの人から変な目で見られちゃうわ。ただね、体質のせいなのか、私は日焼けをしたら赤くなるだけで小麦色にはならないの。しかもやけどしたみたいにとても痛いの。それに京都はすごく暑くて、初めて着た着物は普段着ている洋服よりもすごく暑く感じたの。頭がクラクラすることが何度もあったわ。だから日傘に少し興味が出てきたの。まなみに言うと、貸してくれたわ。日傘を差してみたら本当に体感温度が下がったみたいで、少し涼しくなって驚いたわ。さっきまで痛いほど感じていた日差しが肌に刺す感覚が全くなくなったの。まるで日陰に入ったみたいだったのよ。日焼け止めクリームや帽子より涼しいし、頭がクラクラすることもなくなって最高な気分になったわ。その上、日傘ってすごい機能がついていて、日焼け止めクリームや帽子より日傘の方が日焼けしにくいらしいわ。感動したわ。見た目なんて全く気にならなくなったわ。私もどうしても日傘が欲しくなって、まなみにアドバイスをもらって買うことにしたの。それから京都旅行の間はずっと日傘を差して過ごしたわ。最初は観光でたくさん歩いてとても疲れて、すごく日焼けもしてたんだけど、日傘を差すようになってから疲れにくくもなったし、日焼けもあまりしていないことに気づいたの。素晴らしいわ。カナダでも使う人が増えればいいのに。日本にいる間、日傘を使っている人は本当に多くて、特に女性が使っているのねと思っていたら、まなみが最近は男性も日傘を使う人が増えてきているのよって教えてくれたの。日本人の男性の間でも美容への意識が高まってきていて、日焼けをするのが嫌で日傘をするんだって。驚いたわ。確かに男性も女性も日本人は肌の色が白い人が多いかも。京都旅行では日傘には驚いたけど、とても楽しい旅行になったわ。日本の文化にたくさん触れることができたわ。まなみはとっても素敵なところで育ったのね。また来たいわ。日本人にとって周りで日傘を差している人がいても当たり前の光景ですよね。日本の日傘は
UV カットの機能があるものが多く、紫外線対策になりますし、日差しが直接当たるのを遮断してくれるので、熱中症対策になるとも言われています。海外の人にとって小麦色の肌がいいとされていますが、体質の違いで焼きたくない人や熱中症対策として日傘の使用の有効性を知ってもらいたいです。海外でも日傘が暑さ対策の選択肢の一つになる日が来るといいですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見、ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。